ホストに夢中で子供を50日放置し餓死させた女。我が子を愛していたはずの彼女を追い詰め狂わせたものとは。2010年6月9日、大阪府大阪市西区。またママお仕事だからお腹空いたらこれ食べてね。おにぎりやジュースの封を開けテーブルに置いたその女性は広田ゆかり。昨年離婚したゆかりは2人の幼い子供を育てるシングルマザーでした。彼女はいつものように身支度をしていましたが、どこか心ここにあらずといった様子。夜食をしているゆかりは夜に子供を留守番させることが多く、その表情は少なからず後ろめたさを感じているように見えました。それじゃあ行ってくるね。そう言うと玄関へ向かったゆかり。子供たちは微動だにせず無気力にその背中を見送ります。子供たちに何事もないようにしっかりとそのドアの鍵をかけたゆかり。彼女はこの後50日間もそのドアを開かなかったんです。50日もの間幼い子供を放置し餓死させた母親。彼女は2人の子供たちを確かに愛していたんです。女性を壊してしまったのは育児の理想と現実のギャップだったんです。おざす、ケンちゃんです。やみやみかんです。やみこさん、ほんと突然なんですけど、何？俺今日脳いいんすよ。脳がいい？脳いいんすよ。どういう状態それ？すっげえなんか脳みそ冴えてて、じゃあもう面白いこと言えちゃうすいや、そういうやつがね、一番嫌われるよ。マジで。まあでも心当たりとすればですね、今日はね、一層ね、念入りにストレッチをしたのと、あとはね、ちょっと散歩したのと、あとはですね、野菜をたくさん食べましたね。それで良くなるんならもう人生幸せじゃない？いやでもね、朝のストレッチって全然ちゃうよ。あ、そう？マジ、朝のストレッチマジで大事。するかしないかで脳の冴え方が違うんだ。てか、分かったわ。俺、あとちょっと筋トレしたわ。筋トレもした今日なんかすげえ脳良くなる幕の内弁当みたいなフルセットだった。自分でやりたいことができたからじゃない？あんた。なんか、そんな動物じゃねえんだよ。今日この後ね、ライブ配信とかね、撮影あるんですけど、神回生まれるんじゃないかなと思ってて。ただなんか、ダメなことも言っちゃいそうなんですんで、ちょっと気をつけるんですけど。私も楽しみにしておきます。今回ご紹介するのは、大阪二次餓死事件について。この事件は、なんと、シングルマザーの女性が50日間も子供を放置し、餓死させてしまうという非常に凄惨な事件なんです。50日って普通1日未来だけでもさ、そんなことありえないぐらい不安になるものじゃない？普通。そうですね。人間ってさ、水がないと3日で死ぬし、ご飯がないと7日で死ぬって言われてて、そんな中でもう50日ですよ。希望のかけらもないですよね。本当に。この事件のね、闇深いところは、お母さんはね、子供たちを愛していたっていうとこなんですよ。じゃあなんでそんなことするのかってとこなんですけど、そしてね、この事件が起きたのは7月ですよ。そんな時にレスキュー隊がね、駆けつけて部屋の中に入ったんですけど、もうね、その部屋はね、およそ人が住んでいるとは思えないほどおぞましい光景が広がっていたんです。残された子供。2010年7月30日、大阪府大阪市西区。深夜2時前、とあるマンションの周辺には警察やレスキュー隊が続々と駆けつけ、物々しい空気が漂っていました。異臭がすると通報があった現場は3階の一室。うわ、これはひどいな。レスキュー隊がベランダへ登ると、部屋の中は外からでもわかるほどのゴミの山。カップ麺の空き容器や空のペットボトルなどで溢れ返ったその部屋に踏み込んだレスキュー隊員は、鼻をつく異臭に顔を歪めながら奥へと進んでいきます。そのさなか、レスキュー隊は部屋の中に転がっているゴミとはまた異なる物体の存在に気がつきました。そこにあったのは茶色く腐敗した子供の遺体だったんです。2人分の遺体は一部白骨化しており、亡くなってから相当に時間が経っていることが見て取れました。寄り添うようにして亡くなっていた遺体は、その家で暮らしていた3歳の姉 A ちゃんと1歳の弟 B 君。死因は餓死で、発見地には死後50日が経過している状態でした。冷蔵庫には子供の手の跡が無数に残っており、2人が食料を求め何度も開け閉めしたことが分かりました。しかし冷蔵庫にほぼ何も入っておらず、姉の A ちゃんはからしやマヨネーズ、カップ麺の容器を舐めて上をしのごうとしていた様子。その結果 A ちゃんは食中毒を起こし死亡。弟の B 君は彼女の死後その排泄物を食べて生きながらえようとしていました。死体遺棄の容疑者として逮捕されたのは2人の母親の広田ゆかり。シングルマザーだった彼女は真夏にもかかわらず冷房器具すらないその部屋でほとんど食料も用意しないまま50日も子供を放置し続けたというんです。子供が排泄物を食べて生き延びようとしてたってもう現代の日本じゃ考えられない事件じゃない？これほんと地獄みたいな状況ですよね。この犯人のね、ゆかりも自分がまさかね、こんな事件を起こすとは思ってなかったみたいで、彼女のね、そもそもの夢が温かい家庭を築くことだったんです。女の憧れ。
事件が起こる約1年半前、ゆかりは当時の夫と地元の三重県に住んでいました。今度はあっちに行ってみようか、Aちゃん。生まれて数ヶ月の息子を抱っこしながら娘を公園で遊ばせていたゆかり。娘の A ちゃんを見つめる温かな視線は優しい母親そのもの。ゆかりは慣れないながら懸命に離乳食を作ったり、手洗いが必要になるものの肌に優しいおむつを使用したり、彼女なりに初めての育児に奮闘していました。この子たちに私と同じ思いはさせない。そう、ゆかりが2人にとっての理想の母であろうとしたことには、彼女の幼少期の経験が深く関わっていたんです。1987年、ゆかりは三重県四日市市で生を受けます。そしてゆかりの幼少期はとても平穏とは言い難いものでした。もしもしパパ、ママが帰ってこないの、助けて。ある日、そう言って父親に電話をかけてきたゆかり。実は母親は浮気を原因にゆかりやその妹たちを連れてしばらく家出していたのですが、その家出先からゆかりが父親に電話をかけたんです。電話を受け、慌ててゆかりたちの元へ駆けつけた父親。そこで彼は薄汚れひどい体臭を放った娘たちを目にするんです。どういうことだ、ご飯はちゃんと食べさせてもらってるのか。そう、ゆかりの母親は父親の目が届かないのをいいことに、娘たちをほったらかしにして浮気相手と遊び歩いていました。ゆかりと妹2人は食事もろくに与えられず、風呂にも入っていないために髪の毛がベトベトの状態。この件で父親は3姉妹を引き取っての離婚を決意。まさかゆかり自身がネグレクトを受けた身だったなんて思いもしなかったもん。だから自分の子供にはそういう思いをさせたくないって思いがあったわけね。そうなんですよ。父親の元に身を引き取られたゆかりなんですけど、そんな父親のね、元でも彼女の居場所はなかったんです。ゆかりの父親は彼女が小学校に上がってしばらくした頃に再婚しますが、ゆかりはママ母との関係がうまくいかず、家に居心地の悪さを感じていました。結局ゆかりが10歳の時に再び両親は離婚。このように父親に引き取られた後も彼女が親から受けた愛情は決して十分なものとは言えなかったんです。両親の離婚後も変わらず家に居場所を見出せなかったゆかりは、中学校に上がると不良グループとつるむようになり、何度となく家出を繰り返します。そうやって素行の悪い連中の中で過ごす日々の中、ゆかりの心をえぐるような事件がついに起こってしまうんです。その日、中学校の教師に連れられ産婦人科を訪れていたゆかり。彼女は出入りしていた不良グループで集団豪雨に遭ってしまったんです。卑劣な事件の被害者になったこの時にも家族は駆けつけず、ゆかりには困った時に頼れる大人はいなくなってしまったんです。いやもうどんだけ娘がグレてたとしても、そんな被害に遭ったって聞いたら飛んでくるのが親ってもんじゃないの？ゆかりの父親はね、仕事で忙しくてね、ほとんどね、家にいなかったみたいなんです。それにしてもなんですけどね。でもね、この後、実はゆかりはね、初めて家族の温かさに触れる経験をね、するんです。中学校を卒業した後、ゆかりは地元の三重県を離れ、関東の私立高校へ進学。この時、ゆかりは父の知人の家で下宿することに。そしてそこで待っていたのは、幼少期には感じたことのない家庭の温かさ。ただ家族揃って食事を食べる。この時の彼女の経験は、そんな傍から見れば何の変哲もない一般的な家庭の一幕。ただその家で暮らすようになったゆかりは、故郷の父に次のような手紙を送っていたんです。将来は優しいお母さんになって温かい家庭を持つことが夢です。ゆかりは高校卒業後、割烹料理屋に就職。その店の客と恋に落ち、やがて結婚すると2人の子供を授かります。ここから彼女は夢だった幸せな家庭を築いていくように見えていたのですが、その幸せは長くは続きませんでした。離婚してくれ。弟の B 君が生まれてしばらくした頃、ゆかりの浮気を原因に離婚を切り出した夫。全ての日はゆかりにあり、彼女は養育費も親族の援助も得られない状態で子供2人を連れたシングルマザーとなったんです。ゆかりって幼少期の愛情不足があったから、少しでも優しくされたらコロッチョなんか依存しちゃうような、そんな性格だったのかもしれないわよね。せっかく幸せになれると思ったのに、もう残念すぎる。ちょっと浮気っていうのはね、擁護できないんですけれども、愛に渇望してたんでしょうね。そしてですね、シングルマザーになったゆかりは、一人で幼い子供2人を育てていくことのね、厳しさっていうのを突きつけられるんです。切れた糸。離婚後、名古屋へ転居したゆかりは2人の子供を育てるためにキャバクラへ勤務。休みなく働く日々の中である問題に直面するんです。ごめんね、ママ、待たせちゃって。ゆかりが勤めていたキャバクラ店には契約している託児所があったのですが、仕事を終えて迎えに行くと、いつも決まって2人は泣きわめいていました。託児所の体制はずさんで、子供はほとんど放置の状態。預けると熱を出してしまうことさえあったため、ゆかりは次第に子供を自宅に残したまま出勤するように。さらにゆかりがシングルマザーの過酷さを痛感させられるのは、彼女がインフルエンザにかかった時のこと。この時、ゆかりは2人の子供を預かってもらおうと、父親と元夫にそれぞれ電話をかけるのですが、
返事はいずれも預かれないというもの。また息子 B 君の1歳の誕生日には家族で動物園に行こうと元夫に提案しますが、それも断られてしまいます。 B 君の誕生日当日を迎えても元夫や親族からは連絡が来ることもなく、私やこの子たちのことはなかったことにしたいのかな、自分たち親子が頼れる相手はもういないのだと、ゆかりは日増しに孤独感を強めていきました。その後娘の A ちゃんが水道を出しっぱなしにしたため水道代が払えず夜逃げするように名古屋を出たゆかり。大阪へ向かった彼女は新しく南の風俗店に就職します。子供たちのために学資保険に入りたいんです。面接でそう語ったゆかりでしたが、この頃にはソロ生活にも限界を感じ始めていました。もう死にたい。いや、これもゆかりにももちろん非があってのことではあるんだけど、ちょっと同情しちゃうところもあるわね。ワンオペ育児っていうのはね、実際が出るほど非常にね、過酷な状況らしいんですよ。僕はね、子育てとかしたことないんでわかんないんですけど。というわけで本日のメトラキーワード、産後うつとの関係について。国立成育医療研究センターによると、2016年から2018年の間で産後1年未満の母親の実数は92人。専門家の多くがその原因として産後うつとの関係を示唆しているんです。子供が生まれたことによる体調や生活リズムの変化によって引き起こされる産後うつ、その発症率は出産を経験した母親の10人に1人。不眠や感情の喪失、母親の役割が果たせない自責の念などに苛まれ、症状が重いと自殺につながるケースもあるんです。産後うつのリスクを高める主な要因は育児への不安やストレス、過去のうつ病歴など。ワンオペで育児を行っていたゆかりの生活は過酷で、産後うつを発症しても何らおかしくない状態でした。周囲の誰からも見捨てられ、子供たちにも十分に愛情を与えられてない状況に追い詰められていったゆかり。この子たちに私と同じ思いはさせない、そう固く誓ったあの日を思い出すたび、彼女はみるみる心を蝕まれていきました。そんな日々の中でゆかりがのめり込んだのは、そう、ホストクラブ。誰にも助けてもらえずワンオペで育児をこなす日々でゆかりはとにかく誰かから愛されたいと思うようになったのでしょう。ホストクラブにのめり込んだ彼女は最初は1日、次第に数日間と子供たちが待つその家に帰らなくなっていきました。たまに自宅へ戻ってもコンビニのパンやおにぎりを置いてまたホストの元へ。マンションの廊下には毎晩のようにママと泣き叫ぶ子供たちの声が響いていました。マンションの住民から児童相談所へ通報が入ることもありましたが、職員が訪ねてきてもゆかりはいつも不在。職員がメモを残しても彼女から連絡が来ることは一度もありませんでした。結果論にはなっちゃうんだけど、これ母親のアクションを待ってたら遅かったわよ。できるだけ早く保護してあげなきゃいけなかったわよ、これは。だからまあ極論になっちゃうんですけど、子供が絡むようなことでこれ自分が助けに入っていいのかなって時はもう迷わず言ってもいいかもね。それでおせっかいだとかなんかさ後で言われても別にいいじゃん。それで誰かが救われる可能性があるんだから、そういうのを感じるような話ですよねこれ。2010年6月9日、1週間ぶりに帰宅したゆかりはコンビニで購入したおにぎりや蒸しパンの封を開け無造作にテーブルへ並べた。その量は子供が食べても2日ほどしか持ちそうにない。お腹空いたらこれ食べてね。ゆかりが声をかけても A ちゃんと B 君に反応はない。うつろな目でゆかりを追う娘の A ちゃんとただ呼吸をするだけの息子 B 君。この子たちに私と同じ思いはさせない。いつか誓ったその言葉が頭をよぎり、いたたまれなくなったゆかりは足早にその部屋を出た。そして彼女は子供たちのいるその部屋の扉にガムテープを何重にも貼り付けた。子供たちの力ではどうドアノブをひねろうと開かなくなったその扉。彼女はその扉に南京錠をかけるとまたホストクラブへと繰り出していった。2010年7月29日、マンションの管理会社へ近隣住民から異臭の通報が入ったことでゆかりが勤めていた風俗店へ連絡が入ります。実はこの時一度ゆかりは帰宅しており、 A ちゃんと B 君の遺体をその目で見ていました。ゴミまみれで子供たちを放置しているから死んでいるかもしれない。どうしたらいいのかわからないし死にたい。ゆかりは風俗店の上司にメールでそう報告。そしてそのまま男と遊びに出かけたんです。ゆかりは絶対に幸せにすると誓った子供たちの変わり果てた姿を前に現実を受け入れられなかったのかもしれません。翌日遺体を発見した警察はゆかりを逮捕。約2年後の2013年3月16日、殺人罪で有罪となった彼女には懲役30年の刑が言い渡されました。もう一度2人を抱きしめたい。こんなひどい母親ですが私はこれからも2人の母親でいます。一生2人を背負って罪を償って生きていきます。法廷でそう語ったゆかり。しかし一度失ってしまったその命は二度と戻ってくることはありません。周囲の誰からも見捨てられてしまったゆかりは子供たちをたった一人で守ってゆかねばなりませんでした。多くの母親が育児に追われる日々の中、時に死にたくなるほど追い詰められてしまうことも事実。ただ一つゆかりに何か言えるとすれば僕はこう言いたいです。あなたを無条件に愛してくれたのはホストではなく2人の子供たちだったのではないでしょうか。同時に育児の過酷さを乗り越えるためには周囲の協力も不可欠。あなたがもしこのような状況になった時、どうやって育児を乗り越えますか？